Hello everyone! 大家好！皆さんこんにちは、ひときです。皆さんは最近健康な生活はしていますか？僕はオンライン授業になってから結構ダラダラした生活をしちゃっています。やっぱり気をつけなくちゃと思っていても、隣にベッドがあったり、あとはお菓子の入った箱が近くにあると、どうしても不健康な生活をしてしまいます。でも僕みたいにそんな不健康な生活をしていると、こんな顔になっちゃいますよ。では今日のオノマトペをどうぞ。ブツ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 は表面にたくさんのデコボコがある様子を表しています。このデコボコの表現も難しいんですけど、漢字を見てもらうとこういう風にデコとボコがあるので分かりやすいかなと思います。ブツブツの例は例えばニキビ。不健康な生活をしていると顔にニキビがたくさんできて顔がデコボコしますよね。この時顔にブツブツがたくさんできちゃったという言い方ができます。顔にブツブツがたくさんできちゃったです。もちろんデコボコのものに何でも使えるので、ニキビ以外でも、例えば僕が台湾にいた時に朝起きて背中が変だなと思って鏡を見たら、背中にたくさんの赤いブツブツができていました。今までできたことがないのですごいびっくりして、そして病院に行きました。その時先生に中国語で背中にブツブツがって言いたかったんですけど、中国語でなんて言うかな。他の言い方で在我的背上有很多红红的小东西とか、像青春豆一样的東西とか、いろいろ言えるんですけど、ブツブツっていうのをすごく言いたかったけど、なんて言えばいいか分かんなかったから、診察室に入ったらもう俺はすぐいきなり服を脱いで先生に背中を見せました。でも先生もなんでこの人は急に服を脱いでるのってびっくりしていました。ちょっとセクシーすぎたかな。皆さんはこのブツブツを覚えておくととても便利です。例えばブツブツがたくさんできましたとか、あとはこのブツブツが痛いです、このブツブツがかゆいですとか、いろんな場面に使えるので覚えておくのをおすすめします。でもなんで不健康な生活をしていると顔にニキビがたくさんできるのかなと思ってちょっと調べてみたんですよ。そしたらお菓子とか、あとは外でずっとご飯を食べていると栄養が偏って顔から油がたくさん出たり、皮膚も不健康になるみたいです。あとね、夜の10時から深夜の2時まではゴールデンタイムって言われていて、そこの間をしっかり寝るととても肌にいいらしいです。他にも野菜とかフルーツとかをしっかりとるとビタミンが取れて肌にとてもいいらしいです。でも確かに僕が台湾にいた時、最初中国語が怖くてバナナしか1週間食べてなかった時に肌がすごく綺麗だった。朝起きて鏡見た時にあれ肌が赤ちゃんみたいじゃないって思ったのを今でも覚えてます。あれ俺の肌ってこんな綺麗だっけって思って、もしかして入れ替わってるって思いました。あと睡眠もニキビと結構関係していますね。3日前くらいに友達の家でお酒を飲みながら映画を見てたんですけど、映画を見た後そのまま話してたら朝の4時ぐらいまでなりました。でそこからお昼の12時くらいまで寝て、朝起きて、鏡を見たら顔にたくさんブツブツができていて、で本当はその日に YouTube 撮ろうと思ったんですけどちょっと撮れなくて、それで今日になりました。もうすごいびっくりした。寝る前は別にそんなにブツブツじゃないのに、朝起きて鏡見たらだからやっぱり睡眠も大切です。ブツブツの説明をした時に僕はデコボコと言ったので、ニキビみたいにこういう風に盛り上がっているものにも使えるんですけど、もちろんこういうへこんでいるものにも使えます。例えば蜂の巣とかを見た時にすごいブツブツしてるじゃんという言い方ができます。あとはね、僕すごいこういうへこんでいるブツブツしているものがすごい嫌いなんだけど、多分そういう人もいるんじゃないかな。ちょっと画像は載せないけど、もし見たい人がいたらインターネットの Google で
ブツブツっていう風に検索をすると多分そういう気持ち悪いのがたくさん見れると思います。あとブツブツって俺が教えたって言わないでくださいね。あとこのブツブツは一人で何かを言っている時にも使えます。この部屋は僕の部屋なんですけど、隣に僕の妹の部屋があります。でも僕の部屋と妹の部屋はこの本棚1枚だけで分けられているので、僕の声がすごく聞こえます。だから僕はよく僕の部屋で YouTube の内容を考えたりするんですけど、その時なんかどうやって喋ろうかなとかも考えていて、一人で結構ブツブツ言っています。もちろん妹もなんか俺が言っているのがブツブツ聞こえるので、よく妹にお兄ちゃん気持ち悪い、何一人でブツブツ言ってんのという風に言われます。あと言語を勉強する時もやっぱり一人で勉強することが多いので、一人でブツブツ言ってます。でも他の人から見ると僕はよくわからない言葉を一人でブツ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 言っているので、多分すごいなんかやばい人だと思われていると思います。この意味のブツブツは一人で喋っている時に他の人が聞くとなんかブツ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 と言っている風に聞こえるので、ブツブツという言葉が使われています。あと皆さん一人でなんかブツブツ言う時って文句とか不満とか言う時が多くないですか？ですのでブツブツは一人で文句を言う時とかにも結構使われます。僕は高校生の時に弓道部だったんですけど、弓道って1ゲームなんか4本の矢を使うんですよ。これ4本。これ実は僕のなんか名前が入ってる僕だけの矢なんですけど、この4本の矢を使って1ゲームします。この4本の矢が的のどこでもいいので当たれば OK です。1ゲーム4本なんですけど2ゲームするので全部で8本します。僕は1ゲーム目の時に3本当たったんですけど、4本目が的の端に当たった後そのまんま違う方向に行きました。ですので3本しか当たりませんでした。それがすごく悔しくて、なんかそのゲームが終わった後に一人で自動販売機のとこ行って、飲み物飲みながらこうすればよかったなとかいろいろ一人で言ってたんですよ。そしたらチームメイトが何ブツブツ文句言ってるん、次頑張ろうよという風に言ってくれました。その時僕も、確かにブツブツ文句言っても何も変わらないから、次頑張ろうと思ってありがとうっていう風に友達に言いました。こういう風に一人でなんか文句を言ってる時はブツブツ文句を言うという風に言えるんですけど、もし僕が友達に直接俺はこうだったこうだったという風になんか文句を言う場合は、これはぐちぐち文句を言うという風に言います。本当は一人で言ってる時にぐちぐちと使うこともできるんですけど、やっぱり一人で言っている時はブツブツ言うで、誰かに言ってる時はぐちぐち言うの方が使うと思います。今日もいろいろ勉強しましたが、僕は顔にブツブツができたが一番よく使うかな、大切かなというふうに思います。そういえば皆さん、チャンネル登録者数2000人ありがとうございます。僕もどうやったらもっといいビデオを作れるかなと思って前の自分のビデオとか見たんですけど、やっぱりなんか最近の動画はちょっと授業みたいになりすぎていて少しつまらないかなと思ったので、前のこういう風に僕の経験とかそういうことを話すようにしたいと思います。他の YouTuber さんと比べて僕はまだいろいろチャレンジしてちょっと失敗してまだ全然なんですけど、今のこの皆さんと一緒にまだ小さなオノマップのチャンネルをだんだん大きくしていって、そしてチャンネルが大きくなったら僕は皆さんにすごい恩返しがしたいなというふうに思っています。授業っぽい動画からもっと楽しい動画を作るということなので、前やったじゃんけんを皆さんと一緒にやりたいと思います。覚えてますか？僕が最初はグー、じゃんけんポンというので、その時にチョキかパーかグーどれか出してください。そして僕が勝ったらいいねを、僕とあいこだったらいいねを、そして皆さんが勝ったら
いいねをください。よろしくお願いします。いきます。最初はグー、じゃんけんポン。どうでしたか？やっぱりこのスタイルがいいなと思った人はぜひコメントで教えてください。よろしくお願いします。皆さんありがとうございました。You know what's next? あいこでしょう。